世界が、ここだけは映せなかった、撮影禁止区域、ワ州。BBC も、CNN も映せなかった映像が、今、私の手元にある。3回目。私はここに来るために、すべてをかけてきた。ミャンマー北部、ワ州。ジャーナリストすら拒絶される、世界、最強のブラックボックス。2回跳ね返され、絶望した。でも、諦めることはできなかった。2026年、3度目の挑戦。ついに、その瞬間が訪れる。そこで出会った一人の和族の彼が、私に託したのは、世界が喉から手が出るほど欲しがる、真実だった。未公開映像、数十本。報道機関ですら立ち入れないワ州の街の日常の映像が、今ここにある。これからお見せするのは、ニュースでは決して流れない、ワ州の本当の姿だ。2026年。名前は伏せておくが、中国のとある空港に入国した。その空港のイミグレーションで止められ、別室で2時間半にわたる取り調べにあった。何も悪いこともしていない。何も悪いものも持っていない。荷物の中、スマホの中、パソコンの中。全部、隅から隅まで調べられた。メールや SNS の中の内容や送受信履歴。YouTube の動画内容、登録者数から収益の金額まですべて、警察のカメラで撮影された。当然、何も違法なものは出てこないので、行ってよいぞ、という翻訳で解放された。乗り換えの飛行機を警察が待たせており、私一人遅れて、気まずい雰囲気で乗り込んだ。完全に、心が折れた。中国当局にマークされているかもしれない不安だらけの、中国入国の始まりだった。そんな不安で、落ち込んだ気持ちを引きずりながら、雲南省、昆明空港に、夜遅くに到着した。今夜は昆明市で一泊して、翌日には高速鉄道に乗り込んだ。高速鉄道で、向かうはプーアール市。時速 200km で約3時間。プーアール市には、お昼に到着し、バスターミナルに向かったが、目的地の中国とミャンマーの国境に行くバスは、早朝の1本しかなかったので、その日はプーアール市で宿泊した。翌朝、ワ州と中国の国境、モンア高原まで行くバスのチケットを購入。バスの出発時間まで、バスターミナルで時間を潰して、このバスに乗り込んだ。バスの定員は17人ほどしか乗れない、小さなバスだ。中国の田舎では、このような小さなバスが各地を網羅しており、どこへでも行くことができる。また、このような小さなバスは、道端で手を挙げれば、どこででも乗り降りができる。バスが出発した。私は、一番前の席を陣取った。一応、バスのチケットには席の番号が書いてあるが、実質はフリーシートだ。プーアール市内から高速道路に乗る。ここから、モンア高原までは、約7時間。道の約7割は高速道路で、モーレン市までは進めるが、その先は一般道になる。ミャンマーとの国境に近づいてきました。この辺りは、野生の象が出るエリアらしい。県境で警察の検問がありました。どこから来た？どこへ行く？目的は何だ？バスを待たせたまま、私一人だけがバスから降ろされて取り調べがありました。道路上にすべての荷物を広げて撮影され、パソコンやスマホの中まで撮影されました。当然、何も悪いものも持っていないし、違法なこともしていないので、30分ほどで解放されました。中国入国時の2時間半の取り調べのダメージも残ったままでしたが、30分ほどだったので、早く済んでよかったと思いつつ、バスの乗客も全員待たせているので、急いで荷物を全部カバンに押し込んで、急いでバスに乗り込みました。バスが出発して1分後、警察官からパスポートを返してもらうのを忘れていることに気づき、バスの運転手さんに、ストップ。ストップ、と言い、パスポートを検問所の警察官に返してもらってないことを伝えて、戻るようにお願いしました。しかし、ここは高速道路。バックすることも、U ターンすることもできません。運転手さんは、
どこかに電話をかけて、警察は発行したパスポートを車に積み込み、モーレンまで持っていくためのパスポートをあなたに渡します。モーレンで受け取ることができますと言ってくれました。バスの運転手さん、乗客の皆さんに迷惑をかけて申し訳ない気持ちで、全員に頭を下げて謝りました。また、心に大きなダメージを受け、パスポートが無事に戻ってくるのか、不安でたまらない気分です。高速道路の終点を降りて、一般道をしばらく走ると、モーレンのバスターミナルでトイレ休憩がありました。そこに、一台のバスが到着し、そのバスの運転手さんが私のパスポートを見せながら100元を要求してきました。多分、後ろを走っていたバスの運転手さんに、電話連絡して、検問所で私のパスポートを取って、持ってきてくれたのだろう。ありがたい気持ちは、十分にあり、感謝しているのですが、威圧的な態度の運転手さんに、心がズタズタに落ち込んだ状態の私は、争う気力もなく、100元を運転手に素直に支払い、無事に私の手元にパスポートが戻ってきました。今回の旅は、何かと精神的ストレスの多い旅です。モンアコーガンの国境がない。どういうこと？去年に来た時には、このイミグレーションの建物があったのになくなっている。全部解体している。国境付近は、すべて工事中の壁で囲まれており、イミグレーションの建物が見えない。工事中の壁の奥の方まで進むと、国境を越える人らしき人がフェンスの奥に見えた。どうやら、国境自体は稼働しているようだ。よかった。ここまで苦労してきて、国境がなくなっていたら、ショックで立ち直れない。翌朝、新しい国境なのか、臨時的な国境なのかわからないが、とりあえず、今稼働している国境を探して歩いてみた。歩いている時に見つけた看板だ。麻薬の密輸、売買、輸送、製造は、終身刑または死刑で処罰される可能性がある、と書いてある。ここは、そういう場所だ。さらに歩いて国境ゲートを探す。トゥクトゥクがたくさん停車しているので、この付近に国境ゲートがあるに違いない。さらに奥に向かって歩いてみる。どうやら移送用の国境ゲートだ。左奥に見える建物は、和州の建物だ。その奥に仮設の国境イミグレーションがあった。何度も中国の警察の取り調べを受けているので、怖くて映せないけれど、頑張った。目の前には、和州の建物が、はっきりと見える。地元の人に、情報収集する目的も兼ねて、トゥクトゥクに乗って、村の案内、和州の見える場所へと連れて行ってもらった。川の対岸に和州が見える。去年に来た時と同じ光景だ。この目で和州を2度も見れるなんて、最高に幸せだ。さらに移動して、国境を見に行く。国境の橋の下から和州を眺める。
満足したので、戻る。その後、国境付近を歩いていて出会った倭族の女性に、倭州とはどんなところですかと聞いてみた。運命の第一、金は酒も賭博も関係ない。という翻訳だった。よくわからないが何か意味深い。他の中国人の男性にも、倭州とはどんなところですかと聞いてみた。すると、あちらの人はさらに貧しく、お金がない。そこに住む人々は非常に厳しい生活を送っている。と教えてくれた。その後、食事をするために食堂に入って、隣の席のおじさんに、倭州とはどんなところですかと聞いてみた。通りの向かい側にあるのは釘のない番館だ。役所からとても近いが、田舎の住民にとってはそこへ行くのに便利ではない。現在、多くの中国人がそこでビジネスを行っている。と教えてくれた。私が日本人だと言うと、食堂にいた全員が私の周りに集まってきて、いろいろな人から倭州についていろいろと教えてもらった。通りの向かい側はとても活気がある。あそこは彼らの町だ。倭州には観光名所が比較的少なく、そのほとんどはミャンマー側に位置している。ミャンマーは希少なレアアース鉱物で有名です。彼ら自身の軍隊はたくさんあります。その他にもたくさんの倭州のことを教えてもらった。その後、気を良くした私は街を歩いていろいろな人と話してみた。そこで出会ったのが一人の倭族の青年。倭州のことをいろいろと聞いていると、明日倭州に行って映像を送るよと言ってくれて、連絡先の交換をした。翌日、送られてきたのがこの映像だ。世界中のメディアが映せなかった倭州の深淵。全貌公開の瞬間を見逃さないために。次の動画公開までチャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。